レインボーはベースのジミー・ベインを解雇した後、1977年5月になってベースに元ナチュラルガスのマーク・クラークを入れ、フランスのシャトド・エロンビュでレコーディングに入りますが、リッチー曰く、どうも私はピックを使うベーシストが好きらしいと分かった。というわけで解雇され、リッチーがベースを弾き直してレコーディングを続行しましたが、トニー・カレイもそれに続き同じ理由で解雇されました。メンバー2人を失ったバンドは一旦レコーディングを中止し、オーディションの末ボブ・デイズリー、さらにはデビッド・ストーンを迎え入れ、作業を再スタートさせたのです。アクシデントを経て完成したロングリブロックンロールは78年3月無事にリリースされましたが、当時その内容が物議を醸しています。1976年の来日公演で早々に披露されていたキル・ザ・キング、ロングリブロックンロールを含む同作品はアメリカのラジオステーションを多分に意識して制作されたからです。そして様々な意味で最悪の結末が彼らを待っています。シリーズ3話目は激動の第4期レインボーを振り返ります。前年度ツアーで収録したライブ版オンステージを1977年7月にリリースしたレインボーは9月から11月にかけて大規模なヨーロッパ、イギリスツアーを行います。そして12月にサードアルバムを完成させると78年1月に2回目の来日を果たします。以前からのレインボー人気を反映し、なんと全国12都市16公演というスケジュールでした。しかしここで日本のロック史上に残る悲劇が起こったのです。1978年1月27日札幌公演で熱狂したファンがステージに殺到し、何十人もの人が下敷きになって倒れてしまうという事故が起きました。そのうちの一人、ステージ中央部の最前列に座っていた女子大生、当時19歳が手当ての甲斐もなく亡くなってしまったのです。この事故が起きた理由として、オープニングアクトを務めた4人林が演奏を終了してからレインボーの登場まで45分間をファンを待たせたことと混乱状態となったにもかかわらず、レインボー側に迅速に警察の一時中止の要求が届かなかったために収容が遅れたためと言われています。ホールでライブをやったことがある方ならお分かりと思いますが、フロントマンは常にスポットライトに照らされ、こちらから暗転状態の客席はよく見えません。しかしそれでも16世紀のグリーンスリーブスの途中でロニーが日本語で押さないで押さないでと観客を制止しています。異変は確実にバンドに届いていました。その後マン・オン・ザ・シルバーマウンテンの途中でバンドは演奏を止め、主催者がマイクを握ります。そしてクールになってください。椅子の上に乗らないでください。落ち着いてください。その代わり警備は横に置きますと条件を提示した上で、リッチーはこういう騒ぎを望んでいません。みんなに音楽を聴いてもらいたい。みんなリッチーとブラックモアズレインボーの音楽を聴きに来てると思うんです。どうかコンサートを続けさせていただくために押し合いへし合いしないでください。怪我人がすでに出ております。警備の方は横に寄せてください。みんな聞きます。きちんと聞きますので警備の方すみません。横に出てください。コンサートはこのまま続けます。よろしく。みんなよろしく。と警備員を側面へ配置させ、コンサート続行の意思を伝えたのです。そして割れんばかりのリッチーコールによってステージに再登場したリッチーは観客の興奮を抑えるようにキャッチ・ザ・レインボーのインプロビゼーションを奏で始め、コンサートは終演まで進行したのです。当日は30人の警官とアルバイトの警備員が130人もいたにもかかわらず、この事故は起こってしまいました。演奏を終了しホテルに戻ってから実態の全てを聞いたリッチーは大きなショックを受け、しょげ帰りもうツアーをやめて帰りたいと漏らしたといいます。このためこれ以降の公演ではキャッチ・ザ・レインボーの前に被害者のために黙祷を捧げ、2月1日の金沢公演は中止に追いやられています。またリッチー、有働、共同札幌から被害者の遺族に多額の見舞金が贈られたといいます。当時日本におけるロックコンサートではショーが始まると席を離れて前方へ押し寄せることが慣習のようになっていましたが、これ以降ロックコンサートは厳重に警備されることとなりました。また名曲「キャッチ・ザ・レインボー」はこの後の全米ツアーでは演奏されなかったため、ロニーの歌唱によるこの曲はこの後の2月3日武道館公演で演奏されたのを最後にまさに封印されてしまったのです。5月までのオフの間に
コージーは元コロシアム2の有名なセッションキーボード奏者ドン・エイリーをリッチーに紹介しました。リッチーにとってデイビッド・ストーンは単なるセッションメンバー以上の存在ではなかったので、ドンのレインボーへの参加がほぼ内定しました。ただし5月からの全米ツアーが終わるまではデイビッドがプレイすることになっていたのです。そして5月にロングリブロックンロールをリリース。このアルバムを77年2月から作り始めて年末までかかったのは、レインボーライジングほどのすごい名盤を作り上げ、ライブパフォーマンスも素晴らしいのにアメリカのマーケットでは成功しなかったことで、リッチーが今度はアメリカでの成功を視野に入れたアルバム作りをと思うようになっていたからです。ディープパープル時代も名盤インロックはアメリカでは売れず、スモークオンザウォーターのシングルヒットで人気爆発したという経験のあるリッチーは、当時ロサンゼルスに住んでいたこともあって、アメリカではラジオ向けのシングル曲が重要と痛感していました。このアルバムにそうした要素を盛り込もうとしたのです。この当時音楽性の点でポップなものを好む傾向のあるリッチーがアメリカのマーケットを狙ってコマーシャルな要素を取り入れようとしたのは、ある意味で自然な成り行きでした。各楽曲の長さはラジオのオンエアに耐えられる程度の短さに抑えられてあったし、比較的キャッチーな LA コネクション、ロングリブロックンロールやアルバムを代表する名曲バビロンのアーチ等のビデオクリップも作られました。しかしロニーもコージーもヘビーな路線に進むことを望んでいたため、結果的にロングリブロックンロールはレインボーライジングのサウンドを踏襲するような重厚かつ劇的なムードの作品となっていました。リッチーがどう思おうと、この時期の彼らが集まって出すサウンドはヘビーでドラマティックなものになってしまったようです。しかしクオリティは高いがポップではないアルバムと評価され、ここから自作を考えた時、そんなレインボーにポップな要素を導入するべく考えられたのは、なんとロジャー・グローバーの助力を仰ぐことでした。77年秋にロジャーがレインボーのショーを見に行った時、ロジャーはロニーからレインボーに曲を書いてくれないかと頼まれているのです。驚いたロジャーが、それはリッチーも承知しているのか。と尋ねると、それを提案したのはリッチーなんだという答えが返ってきました。この全米ツアー中、アメリカに滞在していたロジャーにレインボーのマネージャーであるブルース・ペインから連絡があり、シカゴでのショーの時にロジャーはロニー、リッチーの2人に会うことになったのです。そしてブルース・ペインがロジャーに、次は君にプロデュースを頼むことになると思うと告げたのです。問題はロニーでした。ロングリブロックンロール制作の時点ですでにリッチーから、中世をテーマにするのではなく現実的な詩を書け、ファンタジーではないラブソングを書けと言われていたロニーでしたが、ツアーが終わって78年11月から自作のリハーサルに入った時点で、リッチーの指示通りに現実的な歌詞を書き、ラブソングを歌うのは嫌だという主張に凝り固まってしまったのです。レインボーですっかり自分の歌うものは幻想的な歌詞だけで世俗的なことなど歌えないと思い込んでしまったロニーは、そんな曲には興味がないと譲りません。そんな争いの真っ只中に放り込まれたのがロジャー・グローバーでした。後にコージーはシンス・ユー・ビーイング・オンのようなポップソングをやるのは無意味だと怒ったわけですが、彼にとってはエキサイティングなドラミングを必要とするか否かが問題でした。コージーはシングルヒットなんていらないという主張はするが、ハードロックであれば別にラブソングだろうが現実的だろうが構わなかったわけです。要するにサウンド重視のリッチー&コージー対幻想テーマ重視のロニーという図式が出来上がっていたのが78年のレインボーでした。そう考えるとロニーの解雇はさほど驚くことではない出来事であるとも言えます。リッチーにとってロニーは決して対等な関係ではなかったのだから、言うことを聞かなければクビにするまででした。レインボーで素晴らしい仕事をしたことでリッチーと同等の発言権があると思い込んでしまったのがロニーの悲劇でしたが、自分の意見が通らないからディープパープルをやめてレインボーを作ったリッチーにとっては、まさかレインボーで自分の意見が通らない状態を許すわけがありません。ポップ化を目指すリッチーと中世の世界にこだわるロニーとの対立の中で、両者の間に入るそんな役割の人間として連れてこられたのがロジャー・グローバーでした。その時バンドにいたのはリッチー、ロニー、コージー、デイビッド・ストーン、ボブ・デイズリーだった。とロジャーは言います。ツアーが終わってもボブとデイビッドは解雇されていなかったのです。リッチーはレインボーのベースプレイヤーで最もテクニックが良かったのはボブ・デイズリー。
と評価していたからクビにするつもりはなかったのだと思います。ロジャーの証言によると、曲作りのセッションが始まって最初に感じたのは、リッチーとロニーの険悪なムードだった。ロニーはリハーサルには来るが、歌わないんだ。私はただプロデューサーとして見ていただけで、曲作りには関与していなかったんだよ。そのリハーサルは2ヶ月くらい続いた。2、3日あって1週間オフという感じだったので、その休みの1週間にロニーの家に行って、どういうアイディアがあるのか聞くと、こういうのをやりたいとテープを渡され、次にリッチーの家に行くと、ロニーのやっているものは気に入らない。こういうのをやるべきだとテープを渡される。そして私は再びロニーの家に行き、リッチーはこういうことをやりたがっていると伝えるのさ。私は2人の仲介というあまり快適ではない立場だった。そして2ヶ月後、ブルースから電話で、あのバンドは終わった。ロニーが辞めて、バンドは消滅したと言われた。残ったのはリッチーとコージーだけで、新しいプレイヤーを探してレコードを作ると言っていたよ。ロニーは、リッチーは同じメンバーと活動しているうちに飽きてしまい、誰かとラブソングを書きたくなった。私はラブソングはやりたくないと拒否した。リッチーにとってはロジャーが入ったことが大きな変化になったんだと思う。彼らはラブソングを書こうとし、私はそういうものには興味はないから、悪いが君たちで書いてくれ、歌えと言うならその時に考えるからと言い、自分で別のものを書いていた。こっちへ来てちょっとこれを歌ってくれないかと言われたりしていたが、うまくいっていないことは分かっていた。リッチーは他のシンガーを欲しがっていたんだ。ある晩、ブルースがリッチーはバンドを解散させるそうだというので、私は俺は不要だからそう見せかけるんだろう。リッチーの新しいバンドの名前はと聞いた。新しいバンドもレインボーで、コージーは残るのだという。それなら解散なんかじゃないだろう。バカなごまかしはやめてくれ。惨めな気分でバンドにいるより出て行けと言われた方がマシだと言ったのさ。本当に惨めだったし、あのバンドは私の行きたい方向とは別の方に向かっていたからね。リッチーは、ロニーはすごいやつだった。あいつの声には気合が入っていた。だがバンドを始めて数年後には他の連中同様、私に不満を持つようになっていた。彼は自分をレインボーの参謀か何かだと思い込んでいたようだと説明しました。この点についてコージーは、あの当時、ロニーと俺とリッチーとの間には人間的な問題がたくさんあった。まずリッチーはもう少しコマーシャルなテイキュードを取り入れてレインボーでアメリカのマーケットに入り込みたいと思っていた。俺はレインボーにはヘビーなハードロックバンドのままでいてほしかったからあまり賛成ではなかった。で、ロニーはもうレインボーで何かをやりたいとは思っていなかったんだよ。自分のアルバムを作りたがっていた。それであのラインナップはすぐ終わったんだ。結局ロニーが首のような形になったんだな。大きな口論があって、ロニーがついに俺は出ていくよと言った。それで俺たちは新しいシンガーを探し、コマーシャルな曲が歌えるシンガーが見つかった。リッチーがグラハム・ボネットを見つけたのさ。この後レインボーは大胆なイメージチェンジを断行し、ニューアルバムダウントゥーハースの発表の後、伝説の来日公演を展開した1980年へと進んでいくのです。これでこのお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。